続いて抽象化について、説明していきたいと思います。ちょっとこの辺からですね、だんだん難しくなってきますので、質問があったらですね、どしどししてください。まずインターフェースについて説明していきます。インターフェースと抽象化、まず、インターフェース何のためにあるのかっていうとですね、抽象化を行うためにありますと。で、抽象化っていうのはですね、具体的な実相を、隠して振る舞いによって共通化させること。振る舞いによってっていうのはどういうことかっていうと、例えば IO リーダーと IO ライターの例を説明したと思うんですけど、IO リーダーっていうのはですね、読み込めますよと。何かしらどっからか分かんないけどとりあえず読み込めますよという振る舞いのことで、そういったもののことを振る舞いによって共通化すると言ってますけど、何から読み込むのか、また IO ライトの場合は何へ書き込むのかっていうのは IO リーダーとか IO ライターのレベルだと、分からないわけですね。分からないというかわざと分からなくしてやると。例えば、実際の例だと、実際の比喩でちょっと表現するとですね、皆さんが、役所に行って住民票を取ろうとしますと。そういう時に、〇〇さんからしか住民票が取れないと。例えばここで、適当に例を挙げますけど、例えば佐藤さんという方が窓口にいて、いつも佐藤さんが、住民票をくれると。で、ある日行ったらですね、佐藤さん転勤になりましたと。あら、どうしよう。私住民票取れないわってならないですよね。佐藤さんの仕事はですね、佐藤さんだからできるわけじゃなくて、役場の方だったら住民票を取れるっていうことをやったことある人であれば、誰でも取れるようになってるはずなので、別にその佐藤さんにズブズブに依存する必要はないですよね。ソフトウェアの世界でも、例えば自分が作った機能 A と、機能 A の実装、例えば、住民票を取るっていうのが、この機能 A というものだとしますと。その機能 A を提供しているのは、こっちの実装でもいいし、こっちの実装でもいいわけですね。とりあえず利用者側が欲しいのは、この機能 A というものだであればいいわけですよ。逆に言うと、住民票の話だと、住民票を取るのが佐藤さんしかもうダメだというような、佐藤さんでしか住民票を取れない私みたいな状況になっているのは、この利用者側が具体的な実装に依存している、こっち側に直接依存しているような場合ですね。その場合、こっちが変わってしまうと、利用者側も、追従しないといけないと。役場の話でいくと、佐藤さんが転勤して別の県に行ってしまったら、その人も一緒についていかないと、二度と、住民票取れないみたいな、そういった恐ろしいことになるわけですね。なので、インターフェースというものを使って抽象語を行うことによって、この具体的な実装を隠してですね、名前は知らんがいつも住民票をくれるあの人みたいな、そういった状況、住民票を取る役場の人みたいなぐらいまで抽象化することによって、なんか分からんけど、どういう人か知らないけど、名前も知らないけど、確かに住民票を取ってくれると。例えば IO リーダー IO ライターの例だと、どこか分からないけど、どこからかデータを読み込んでくれる IO リーダーさん、どこに書き込んでるか知らんけどちゃんと書き込んでくれてるはずの IO ライターさんがいて、うまく抽象化されている。実際には、役場の人も、田中さんとか名前ついてるかもしれないですけど、利用者側はそこに別に注目しなくていいというわけですね。なので抽象化っていうのはこういうふうに、具体的な実相を隠して、複数の実相ですね、同質のもの、IO リーダー IO ライターの場合は読み書きができるというような状態にすることを、抽象化と呼んでいて、Go では、
現時点では抽象化はインターフェースでしか行えません。インターフェースについて説明していきます。インターフェースっていうのは、この、概念図上でいくとですね、メソッドのセットです。メソッドのセット。メソッドのセットっていうのは、メソッドの集合のことを指してますね。ちょっと集合よくわからんなって方はですね、メソッドの集まりだと思ってください。で、例えば、型 T がインターフェース I を実装していますよと、振る舞えますよと。型 T がインターフェース I として振る舞えますよと。IO リーダーっていうインターフェースとして振る舞えますよみたいな、そういった、特定のインターフェースに振る舞えるというのはですね、Go ではですね、こういった状況のことを言います。インターフェース I が規定しているメソッドのセットがメソッド1とメソッド2とあった場合に、これを実装するためには、型 T にはメソッド1とメソッド2を少なくとも両方とも持っている必要があるという感じですね。要するに、ちょっと数学的な話をすると、インターフェース I のメソッドセットが、型 T のメソッドセット、型 T が持っているメソッドの集まり、集合の、部分集合になっていれば OK なわけですね。わかりますか？メソッド1、メソッド2。型 T の場合はメソッド1、メソッド2、メソッド3、メソッド4持ってるかもしれないけど、少なくともインターフェース I が規定しているメソッドセットと同じものが少なくとも2つ持ってますよね。こういう状況の時に、型 T はですね、インターフェース I として振る舞うことができます。これでもちょっとって方はですね、さっきの役場の話を考えると、このインターフェース I の方は、住民票を取るっていう、仕事ができると。こういうタスクができますよと、タスク一覧だとして、佐藤さんは住民票も取れるし、なんか転居届とかも、受け付けてくれると。あと世間話もしてくれる。みたいな、そういったタスクが、できるタスクがいくつかあるけど、少なくとも佐藤さんは住民票を取れるから、住民票を取れる人として窓口には立てますよね。そういった感じのイメージでいいかなと思います。で、厳密にその、部分集合になってるっていうのが結構重要な話なので、もしそっちで理解できる方はですね、そっちで理解した方がいいですと。で、型 T がインターフェース I として振る舞うことができるっていうのは、もっと具体的に言うとですね、インターフェース I 型の変数に型 T 型の値が代入できるよということです。つまり、型 T の変数 T、スモール t というのがあったときに、インターフェース I の変数、小文字の I にこうやって代入することができますよと。で、右辺はインターフェース I を実装している方であれば何でも来れますよという感じになっています。こうすることで、複数の実装を一つの同質なものとして扱うことができるというわけですね。はい、もうちょっとソースコードで具体的な話を見ていきましょうと。インターフェースはですね、メソッドの集まりですよと。で、さっきの、実装しているというのはどういうことかっていうのは、またここに書いてありますけど、もうちょっと具体的な、ソースコードの例を見ていきましょうと。はい。タイプで型を定義していますと。ストリンガーという名前の型ですと。で、どういった型ですかっていうのを、このインターフェースって書いてあるところからこの中括弧の戻りまでが、一つの型リテラルで表記されています。構造体の型リテラルとかと似た感じで、中括弧がありますね。インターフェースっていうキーワードがあって、中括弧があって、ここの中にはメソッドのセット、メソッドのリストを書きます。同じものを書けないので、セットが正しいと思います。で、ストリンガーというインターフェースはですね、メソッドセットとして、ストリングを返すようなストリングという名前の、メソッドを、規定しています。はい。で、ちょっとここで一旦下のソースコードの方を見ていくと、hex という型があります。
こいつはまあ何回か見たと思うんですけど、イントを規定型として定義したヘクス型ですね。で、それに対してメソッドをこうやって設けてますと。このメソッドはストリングという名前でストリング型を返します。これのシグニチャー、この戻り値とか引数とかはですね、とか名前とかはこっちの方に一致していますね。これと。つまり、X のメソッドセットはこのストリングメソッド一つだけになりますと。つまり、ヘクス型はストリングメソッドを持っているので、ストリンガーインターフェースを実装しているということになります。実装していれば、このストリンガーインターフェースの変数に対して、このヘクス型の値を代入をすることができます。100をヘクス型にキャストして、それをストリンガーインターフェースの型の S という変数に代入しています。で、S という変数はですね、インターフェース型なので、こいつでできることはですね、メソッドの呼び出しをすることだけです。どういうメソッドを呼び出せるかというと、このストリンガーインターフェースで規定しているメソッドだけを呼び出せます。代入した段階で、実は中身はヘクス型なんだけど、この S という変数を扱う利用者にとっては、そんなことはどうでもよくてですね、とりあえずストリングというメソッドが呼べるということが重要ということになります。S はストリングメソッドを持っているので、こんな風にストリングと呼び出すことが可能です。ヘクスを直接扱えば便利じゃんと思うかもしれないんですけど、さっきの、これの話を思い出してもらうと、直接依存すると、もしヘクス型のストリングメソッドがなくなった場合とか、なくなった場合はちょっと困りますけど、変わっていった場合、利用する側も、変わっていく必要が出てくるので、こういうふうにうまく必要なところだけを見えるようにして、必要じゃないところを見えなくするというのが重要なことになっています。はい、この辺ちょっと、重要な話なので、一度考えてみるといいかなと思います。インターフェースの必要性ですね。なんで必要なのかみたいなことです。はい。で、インターフェース型の中で、一つ特殊なっていうか、ちゃんと分かっていればですね、何の変哲もない型なんですけど、初学者の方にとっては異質な型なのが、このエンプティインターフェースというやつですね。メソッドリスト、メソッドのセットがですね、からのインターフェースになっています。ちょっと質問が来たので、まず質問に答えましょう。インターフェースの定義は、実装するパッケージと使用するパッケージ、どちら側で定義するのが良いでしょうか。そうですね。使用する側がいいかなと思います。使用する側というのは引数でインターフェースを受け付ける場合は、その受け付ける側が、用意するべきですと。で、戻り値でインターフェースを返すべきかという議論は、あると思うんですけど、それはですね、戻り値で返す場合はできれば具象型、インターフェースじゃない方がいいですと。あくまで引数で受けるときはインターフェースっていうのが多いですね。その場合は引数を受け付ける関数とかメソッドを定義している、パッケージがそのインターフェースを定義してあげればいいと思います。要するに必要になった人がインターフェースが必要になった人がインターフェースを作るという形ですね。ほら便利じゃろという感じでインターフェースを定義するのはあまりしないです。私はインターフェースじゃないと困るからインターフェースを定義しておきますんでよろしくお願いしますというような場合に作ります。なので必要な時に作るって感じですね。なので使用する側が、作りますと大丈夫ですかね。はい。で、エンプティインターフェースの話に戻しますと、メソッドのセット、メソッドのリストが空なインターフェースのことをエンプティインターフェースと言います。カタリテラルの記法について、きちんと学んできた皆さんであれば、このエンプティインターフェースの書き方は何の不思議もない書き方だと思います。
バーがあって、v という変数名があって、でその後ろに書くのは、型ですよね。このエンプティインターフェースは型リテラルで表記したインターフェース型ですと。で、インターフェース型の場合は、この中括弧から中括弧の間に、メソッドを書きますと。メソッドのリストを書く予定でした。で、エンプティインターフェースについてそのメソッドのリストがないので、中括弧、開業しても意味ないので、キュッて詰めるとこんな感じになりますと。メソッドセットが1個もないというのはどういうことかっていうと、ちょっと話を戻してこれで思い出してほしいんですけど、型 t がインターフェース i を実装しているっていう話は、インターフェース i のメソッドセット、メソッドの集合が型 t のメソッドセットの部分集合であればよかったわけですよね。つまり今のエンプティインターフェースはこれが全部空です。要するに空集合です。空集合というのは任意の集合の部分集合になってますので、常にどんな型でも、実装していることになるということになります。こうですね。つまりどんな型の値もこのエンプティインターフェースの変数に代入することが可能です。そうすると、どんな使い方ができるかというと、Java のオブジェクト型のような使い方ができます。要するに何でもボックスみたいな、そういった変数が作れるわけですね。あまり多用するとですね、型の恩恵が受けられないので、対応すべきではないですけど、どうしても必要な場合は、エンプティインターフェースを使うということが可能です。しっかりエンプティインターフェースがどういったものなのか、何なのか、何なのこの中括弧みたいなのを思ったかもしれないですけど、ちゃんとしっかり押さえれば、文法上確かによく知っているやつと変わりがないというのがわかると思います。はい。で、インターフェースの実装について少し、ちょっとトリッキーではないですけど、ちょっと面白い例を紹介しますと。関数にインターフェースを実装させるという例ですね。関数というものは第9オブジェクトでした。つまりはイントとかストリングとかと、扱いは変わらないという話ですね。変数に代入できるし、戻り値に返せるし、引数に渡せますと。当然、関数を表す型があって、そいつを規定型にして、こんな風に新しく型を作ることも可能ですと。これは、ストリングを返すような関数の型を用意してあげて、そいつを規定型にし、ファンクという名前で新しい型を作りましたという意味になります。タイプで定義した型にはメソッドを生やすことができると説明しましたので、当然このファンクも例外なくメソッドを持つことが可能です。なので、ストリングメソッドを持たせています。で、このファンク型の F という、このレシーバーの F はですね、こうやって型を新しく定義しましたけど、こいつは関数であることは変わりないので、F の隣に丸括弧を書くことですね、関数呼び出しになります。つまり、もともとどういう関数だったかというと、ストリングを返すような関数でしたので、これを実行すると、ストリングを返すような関数なので、ストリングが返りますと。なので、そのままリターンしてあげれば、このストリングメソッドの戻り値になります。つまり、自分自身をそのまま呼び出せるわけですね。こうすることで、関数にメソッドを持たすことが可能になります。メソッドを持つことができたということはですね、インターフェースを実装することも可能であるというわけです。つまり、このフムとストリンガーはさっき出てきたストリンガーと一緒で、ストリングメソッドを、メソッドセットに持つようなインターフェースです。なので、ストリングメソッドを持っていれば、この型の変数に代入することが可能です。なので、右辺をファンク型として代入してあげましょうと。ファンク型はストリングメソッドを持っていますね。なので、ファンク型はストリンガーインターフェースを実装しています。なので、右辺はファンク型にしましょう。
ちょっと質問後で答えますね。で、右辺のこの部分ですけど、このファンクを、キャストに、このファンクはですね、キャストですね。ファンク型へのキャストです。この丸括弧の中の値を、ファンク型にキャストしてあげますと。で、ここの中見ると、無名関数を定義しています。ストリングを返すような無名関数を返しています。で、こいつの型はですね、これですと。ファンクストリングですと。なので、規定型から、タイプで定義した型へのキャストは可能だという説明をタイプのところで説明しましたね。なので、この型をこいつにキャストしてあげれば、ファンク型になってそれを代入することが可能です。という具合です。じゃあちょっと質問が溜まってきたので、ちょっと質問に答えましょうと。よいしょ、ちょっとこれをコピーさせてもらって、これはどういうことだろう。まず一番目のこれ関係ないですよね。今の話には関係ないから消します。これも関係ないですよね。一緒に考える必要ないものは考えないでおきましょう。ポインターでもインターフェースでもないですよね。ポインターっていうのはアスタリスクがついている方のことを言います。インターフェースっていうのは、インターフェースでキーワードをつけて書いた方のことを言います。さっきも話したんですけど、関数は第1級オブジェクトなので、イント型とか文字列型と同じレベルで扱われます。なので、この質問を変えると、これはポインタ型ですか、インターフェース型ですかっていう質問と一緒ですね。一緒っていうのはまあ違うんですけど、これがポインタですか、インターフェースですかという質問と一緒ですね。どちらでもないですよね。これがたまたま関数だからなんか変な感じがするのかなと思いますけど。で、なんでポインターとかインターフェースの気持ちになったのかなっていうと、多分これができないからですね。これできませんね。じゃあ逆に質問しますと、これはできますか？できないですよね。なんでか。NS を初期化してないからです。これは初期化してますか？初期化してないですよね。ちゃんと変数の値を見てみましょう。ニルですね。要するに初期化してないんですよ。ポインターとかインターフェースというのは全然違う話です。今話してるのは、イント型とかストリング型とかスライスとかマップとかと同じ挙動の話です。まあ、特にスライスとかとマップとかで一緒ですね。初期化してないのに、それを呼び出すっていうのはできないですよね。関数の0値はニルです。なので呼び出そうとしたらエラーになります。もしこれをちゃんとやりたい場合は、
こうやって関数の値を代入しないとダメですね。これはこの下が理解できるのに上が理解できないというパターンは、やはりイントとかストリングを特別扱いしてるからですね。文法の、英語でいう SVO とかに立ち返ってみると、変数定義です。バーで始まるのは変数定義。その後ろに来るのは変数名。その後ろに来るのは型です。型を書いただけだと0値で初期化されます。なので、関数の初期値は0値は nil なので nil なので特に関数の、本体が入ってない状態ですね。関数の値が入ってない状態。イントの場合は0なので、そのまま使えることが多いんですけど、スライスとかの場合はですね、そのまま使えないんですよね。これ NS をこれぞこうやって定義しただけではダメですよね。使えない。さっき説明しました。nil だから、それは。なので、関数があればポインタがある、インターフェースがあるというのはちょっと間違いですね。なんかミスリードというか、関連しない概念ですね。同じレベルで考える概念ではないです。関数型で分かんなくなったら一旦スライスとかイント型に置き換えてみてください。それで考えて、いやポイントとかインターフェースがこの場合全然関係ないじゃんってなると思います。だってポインタっていうアスタリスクが一度も出てきてないし、インターフェースっていうものはこの FN に関しては一切出てきてないですね。別のところでこうやって定義しようが何しようが関係ない話ですよね。これはこの I と FN 全く関係ないですよね。でこれが関係あるんだったら、なんかここ M でイントって書いたときにこの中に突然FN の値が入るとかそういう話になってくるのでちょっと全然関係ないですね。ちょっとまたなんか分かんなくなったら教えてください。はい。どんな時に関数にメソッドを持たせるのが嬉しいのか分からないと。実際に関数にインターフェースを実装することが多いですかと。多いか少ないかというとそこまで多くはないですと。で、やらないんですかっていうとやります。じゃあ具体的にやってる例を見せましょう。ネット HTTP パッケージという HTTP サーバーを扱うパッケージですけど、HTTP ハンドラーとHTTP ハンドラーというインターフェースがあります。こいつは HTTP リクエストを、処理する、要するにハンドルする、インターフェースですと。ServeHTTP というこういうメソッドを規定しているインターフェースですと。これを実装した、方であれば HTTP ハンドラーとして振る舞うことができるというようなものです。はい、一方で、HTTP ハンドルファンクハンドルファンクというもの結構すでに使ってる方いるかなと思いますけど、ハンドラーを関数で書いて、ここで渡したパターンに一致する場合にこれが呼ばれると。こんな感じですね。リクエストが来たらこのハンドラーが呼ぶ。スラッシュのリクエストが来たら H1 が呼ばれるし、エンドポイントというパスで来たらこっちが呼ばれますと。はい。この時関数を渡してますよね。さっき見たのは HTTP ハンドラーとして振る舞うためには
メソッドを実装しなきゃいけないと。おや、なんか矛盾があるぞと。じゃあ中を見てみましょうと。このハンドルファンクですね。はい。このさっき見たやつはこれのラッパーなので、サーブマックスのハンドルファンクというメソッドが実体ですね。まあこれですね。ただのラッパーなので。で、よく見ると、この中で、これ。マックスのハンドルという、関数やメソッドを読んでいますと。で、パターンと第二引数がハンドラーファンクっていうやつにこれ関数呼び出しじゃないです。キャストですね。ハンドラーという関数を、これですね。引数でもらってきた関数をキャストして、ハンドルという関数メソッドに渡しています。じゃあ、ハンドルという関数どこにあるのかと。今ありましたね。これですね。サーブマックスのハンドルこいつですと。じゃあ、第二引数なのか。ハンドラーです。こいつインターフェースでしたね。インターフェースになるように関数をキャストしています。ということは、このハンドラーファンクっていうのは何だろうと。ちょっともう一回ドキュメントに戻って、ハンドラーファンクですね。ハンドルファンクのことじゃないです。ハンドラーファンクは、関数をベースにして、定義した型ですと。で、メソッドを持っています。メソッドは ServeHTTP というメソッドです。これはよく思い出すと、HTTP ハンドラーというインターフェースが、規定しているメソッドの一つです。つまり、ハンドラーファンクはですね、関数なんだけど、ServeHTTP というメソッドを持っているので、HTTP ハンドラーインターフェースを実装していることになります。こんな感じで、利便性を向上させるために、関数にインターフェースを実装させることがありますと。で、利便性って何の話かっていうとですね、元の話に戻ってみるとですね、これに戻りますと。こう見ると、このファンクっていう型は定義してますけど、リターンハイと返す関数、返すような、メソッドの実装を行っている、型っていうのは定義してないですよね。要するにメソッドが一つの、インターフェースを実装する際にこういう、ヘルパー的な型が用意してあることによっていちいち型を作らないで無名関数をキャストするだけでインターフェースを実装することができるっていうのが、この関数にインターフェースを実装させるパターンで有効な点です。どういう時に便利かというと、さっき見たネット HTTP みたいなよく関数を使ってハンドルを記述するような場合とか、あとは、テストの際に、一時的にモックに差し替えるたびに、型を定義する必要があるとめんどくさいですね。その場合は、シュッと関数リテラルをシュッと実装した型に変換するだけで済むと。そうですね。動的に挙動が変えれる。挙動は実は変えてないんですよね。型が変えれてるだけですね。非常に便利です。ちょっと自分で書いてみるといいかもしれません。どういうふうに書けば、例えば、画像の変換の課題があったと思うんですけど、あれを、画像を変換するという部分をですね、インターフェースとかにしてみて、それのテストを書いてみてください。メソッドの定義はトップレベルにしか書けないので、テストを書く際にですね、いっぱい型を書かなきゃいけないんですね、トップレベルに。それすごいめんどくさいんですよね。これがあると1個、この型を書くだけで非常に、簡単に、テストケースをたくさん用意することが可能になります。で、なんかすごく Go のインターフェース便利そうだなと思うかもしれないですけど、
あ、そうだ。もう一つちょっと大事な説明を忘れていました。Go のインターフェースが、他の言語のインターフェースと大きく違う点はですね、DAC タイピングであること。DAC タイピングっていうのは、明示的にインプルメンツって書かなくても、インターフェースを実装したことになるということですね。Java の場合は、インプルメンツ I みたいな感じにして、型をインターフェースを実装すると。明示的に私は今からこのインターフェースを実装しますと。プログラム上に書く必要がありました。Go の場合はたまたまメソッドリストが、部分称号になってれば、あらインターフェースを実装していることになっているわという感じになります。ここで大きく違う点はですね、Java の場合は、インターフェースが先にあって、それを実装するクラスが後にあること。Go の場合は、当然大体の場合はインターフェースがあって、それを実装する型を用意します。っていうこともできますし、逆もできます。すでにある型に対して私が作ったインターフェースをバンと実装させることが可能です。ちょっとこいつ何言ってるんだとなるかもしれないので、具体例を見せましょうと。ネット HTTP パッケージというのは、Go のそのコミュニティがGo チームが作っている標準パッケージですよね。なので、私が今から書くコードのことなんて何の考慮もせずに作られたライブラリのはずです。だけど、HTTP クライアントでインターフェースを定義してあげて、do というメソッドでリクエスト、HTTP リクエストにしましょう。で、エラーとレスポンスを返しましょう。ちょっと引数が合ってるのか不安になったので。やってますね。はい。で、HTTP クライアントという型がありますと。で、デフォルトクライアントというのも言います。デフォルトクライアント。デフォルトクライアントと言います。ネット HTTP クライアントのポインター型ですね、こいつは。なので、HTTP パッケージの、デフォルトクライアントを見るとですね、ちょっと、こいつの型を見てあげましょう。%t。ネット HTTP のクライアントのポインター型ですよね。はい。ですね。ちょっと強調するために、はい。ちょっとこうやって明示的に書いておきましょう。そして、今から私が定義したHTTP クライアントにこの CLR を代入してみましょう。そうすると、これダメだったらコンパイル通りませんと。undefined。なんか黒い綴りを間違えました。なんか若干間違えました。ポインターですね。はい、こんな感じで、このインターフェースは今私が作ったやつです。で、このネット HTTP の HTTP クライアントという型はですね、標準パッケージです。なので標準パッケージの方が当然先にありますよね。標準パッケージの具象型が私が作ったインターフェースを実装したわけです。
Java のインターフェースではこれは不可能ですね。なので、若干こういう面白い使い方ができますと。これちょっと難しいですかね。はい。こんな感じで Go のインターフェースは結構柔軟な使い方ができますと。だけどそんないい話ばかりではないですと。例えば、このパターンを見ていきましょうと。このパターンはですね、イントのスライスですと。イントのスライスなので要素は全部イントです。つまりは、全部エンプティインターフェース型を実装している型になります。エンプティインターフェースは全ての型が実装してますので、当然イント型も実装しています。なのでそれぞれはエンプティインターフェースを実装しているんですけど、この下のプログラムのようなこのコードのようなことはできないです。何しているかというと NS という、イントのスライスを用意して、それをエンプティインターフェースのスライスに代入すると。こういったことはできません。ただ、今はできないかもしれないですけど、将来的にできるかもしれません。これ自体はできないでしょうけど、ジェネリクスが入るともうちょっと柔軟な使い方ができるんではないかなと思ってますが、今のところ、これをやるにはですね、愚直に4でぐるぐる回して要素を一つずつ代入していかないとできません。はい。他には、Go のインターフェースは明示的に実装を、インプルメンツという形で、ソースコード上で書く必要はなかったんですけど、逆に言うと、本当にこの方が、このインターフェースを実装しているのかっていうのが分からなくなるし、ドキュメント的にもわざわざ文字で書かないと、何を実装しているって書いとかないと分かんないというのがあります。なので、Go ではですね、よくイディオム的にこういう書き方をします。これは、インターフェースの型の変数を用意して、パッケージ変数で用意してあげて、それに対してそれを実装した型の値を代入してみると。コンパイルが通れば、右辺と左辺は確かに代入ができる型であるというのが保証されます。どういうことかというと、右辺が左辺のインターフェースを実装してますよということですね。それが保証されます。実装される、されないを、チェックするのは、Go の場合はコンパイラーでチェックしてくれるので、これがコンパイルが通らなくなった場合は、インターフェースを実装してないということになります。で、実際の具体的な値は別にいらなくてですね、型のチェックだけで十分わかるので、nil を、この関数の0値はnilなので、nil をファンク型にキャストしてあげて、で、それを、エンプティインターフェースの変数に代入しますと。その変数も別に使わないので、ブランク変数に代入します。そうすると、型のチェックだけが働くような文ができて、これで、ファンクは、フムとストリンガーを実装しているという確認だけが行います。これ、イディオム的に出てくるので、結構、OSS とか読んでみるとか、もうすでに、Go のプロジェクトを導入している企業に勤めている方は、会社のコードの中でこういうのを見かけると思うんですけど、これは何やってるのかっていうのは、インターフェースに実装しているかどうかをコンパイル時にチェックするための書き方になります。はい、型アサーション。インターフェースを用いると何が嬉しかったかというと、具体的な実装を隠すことができるからだ。ただ、具体的な実装によって、条件分岐をしなきゃいけないような場合もごくごくたまにあります。ここまでは、インターフェースによってまとめて扱ってきたけど、ここからは、イントはこっち、ストリングはこっちね、みたいなお別れをすることが、分岐をすることがあると思います。そういう時に使えるのが型アサーションという機能です。これはインターフェースの型を任意の型にキャストする。この任意の型っていうのは、インターフェースも含みますけど、具象型も含みます。例えば、エンプティインターフェース V っていう変数があって、そいつの中に100が入れてありましたと。
で、その100を、具体的な100を取り出したいなと思いましたと。エンプティインターフェース型としてじゃなくて、イント型として取り出したいなといった場合は、v.int って書くと、この v に入っている値を取り出してきて、それがイント型であれば、第一戻り値にその値を。ダメな場合は、第二戻り値に、true を、大丈夫な場合は true を、ダメな場合は false が返ってきます。この場合だと、100はイントにはキャストできるけど、ストリングにはキャストできないので、上の方は100と、true、下の方は、空文字と、0値である空文字と、false が返ってきます。型スイッチ、さっきの型アサーションをたくさんやりたくなる場合がありますと。いっぱい分岐したい場合ですね。そういう場合は、型スイッチというスイッチの拡張を使いますと。スイッチの、このスイッチの横にですね、こういった、i.type と書いて、ケースのところに型を書くとですね、型によって分岐、この中に入っている型によって分岐することができます。で、分岐する際に、このケースではイントとして、イントの場合ですと。で、イント型としてその値を扱いたい場合はですね、この i.type って書いて、それを代入文で何か変数に代入しておくと、このケースに来た場合の v はイント型、このケースに来た場合のストリングはストリング型、デフォルトに来た場合は元のインターフェースの値という形で分岐させることができますと。はい。で、インターフェースを作る側の視点で、ちょっとインターフェースの設計について簡単に説明すると、メソッドのリスト、メソッドのセットはですね、できる限り小さく作りましょうと。一型、共通部分を抜き出して抽象化っていうのは基本的にやらない方がいいですと。一塊の振る舞いを一つのインターフェースにすると。こういう API が欲しいみたいな、そういった形で、この A という型と B という型のこの共通部分をビヨーンと取り出すっていうのはやらない方がいいです。とある関数とかがメソッドがあって、私はこういう仕様の型をもらったらこうやって書き込めるよと。例えばリーダーとかライターの場合は、読み込みさえすればいい。それがどっから読み込むとか別にいらないから読み込みさえすればいいようなそういった感じで、インターフェースを設計すると。あとはですね、型を使うユーザーが触れる部分を全部インターフェースにしなくていいです。必要最低限にして、ここさえ抽象化してあれば、他のメソッドはそいつを呼び出す形で実装が可能だよっていう場合はですね、具象型を作って、その中にインターフェースを持たせて、で、そのインターフェースを入れ替えることによって挙動を変えれるようにすると。例えば HTTP クライアント、さっき見ましたよね。あいつは具象型でしたと。で、具象型なんだけど、実際中に HTTP ラウンドトリッパーというインターフェースを持っています。こいつが実際、HTTP サーバーとのネットワークの接続をしたりとか、リクエストをコネクション貼ってリクエストをやり取りしたりするんですけど、それさえインターフェースになっていればですね、どういうメソッド、HTTP の GET で送るのか、POST で送るのかみたいな、そういったものはですね、ラップして具象型として提供しても別に問題ないんですよね。なので HTTP クライアントについては内部のその HTTP 通信をするとこだけを抽象化してあげて、それを使った便利なメソッドの部分は具象型で提供してあります。なので、できる限りメソッドリストを小さくするためには、その側の部分はですね、具象型でコーティングしても別に問題がないですよという感じになります。こういった内部にエンジンやドライバーの形で抽象化を行うというのは結構パターンとしては多いです。特に標準パッケージでは HTTP クライアントとか SQL のドライバーとかですね、そういったものがそうなっています。で、もう一つ重要なこととしてはですね、Go はですね、型の階層が作れません。型の階層というのはですね、犬がいて、
動物があって犬がいてポメラニアンがいるみたいな、そういったこう階層ですね。いわゆるなんかオブジェクト思考の本とかで出てくるこういう階層構造みたいな、そういったものは作れません。Go で階層構造が作れないので、作ろうとするとですね、途端に破綻します。抽象化はですね、すべてインターフェースで行ってください。なので、抽象クラスみたいなものはないですと。型階層じゃなくてですね、コンポジットで表現してください。フィールドとして持つってことですね。はい。これ IO リーダーと IO ライト先ほど見ましたけど、入出力の抽象化を行うようなインターフェースになっています。こいつは非常に良い作りをしているという話はさっきしたと思うんですけど、リーダーはリード、ライターはライトだけを持つことによって、これを実装する方っていうのは非常に簡単に提供することが可能です。